はい、CX5 内外装編に続いて今回はスポーツアピアランス試乗編になります。それでは行きましょう。はい、皆さんこんにちは。市場マニアリーマンのタコーンです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。私はこれまで70種類以上の車を試乗しており、車の見学、試乗、小話をご紹介しております。そしてですね、この CX5 は1週間オーナー体験をさせていただいておりまして、前回の内外装に続いて今回は試乗編をお届けいたします。せっかくの機会なんで、私はこのために有給を取りましたよ。ただなんとですね、有給取った日がちょっと雨の日となってしまいました。とは言っても雨の日でもこの CX5 SUV の走りを試せるかなと思って早速乗っていきたいと思います。はい、エンジンをオンしてこれからスタートしていきましょう。またですね、ちょっと小ネタですけど、私車も好きなんですが時計も結構好きなんですよね。今日この CX5 に合わせている時計は夏にぴったりのセイコーアストロンエグゼクティブスポーツラインになります。 SUV に乗った時にこのスポーツ系の時計つけると結構合うというか気分も楽しくなりますよね。この時計をじっくり撮影した動画もありますので概要欄にリンクを貼らせていただきます。よろしければご参考ください。はい、そして CX5 スポーツアピアランス XD ディーゼルですけれども、まず一般道ということで街の道を走っていきたいと思います。ちょっとガタガタしていますけど、そんなに乗っていて振動の嫌な感じはしないですね。というか、ここまでちょっと CX5 乗ってきていますけれども、まずですね、乗り味結構乗り心地いいと思いますね。普段私が乗っているのが BMW3 シリーズなので、ちょっと足回りは当然固めなんですけれども、そのいつもの感覚からすると当然それよりは硬くはないんですけれども、かといってふわふわするような乗り心地ではなくてですね、これは SUV として結構好感が持てるなというふうに思いますね。結構いろいろな車乗った時に、特に SUV なんかはいわゆる腰高感っていうやつですかね、感じることも結構あるんですけれども、この CX5 についてはそれをあまり感じないというふうに思います。さらにですね、今交差点で止まったわけですけれども、 CX5 はサイズ感としては横幅 1800mm を超えていますので、決して小さくないと、むしろ大きい部類に入るんじゃないかなと思いますけれども、このですね横幅も含めてもう一回運転席から感じてみると、そんなにバカでかくないというか、取り回しは全然できちゃうかなというふうに感じますね。なので運転のしやすさでいうと、結構ラージ SUV に入ってくるのかなと思いますけれども、視界も広いですし、視点も高いということで操作はしやすいかなと思います。これは多分女性の方でも、運転できる SUV なんじゃないかなと思いますし、現に運転されている方街でもよく見るなというのがうなずけますね。私もですね、今回家族用の車を探しているという中で松田さんの1週間オーナーキャンペーンに応募して、運よく当選したということで今回試乗させてもらっていますが、私以外の、そうですね、妻が乗ったりするのを考えると、やっぱり乗りやすさっていうのは重視しないといけないなと思っていますので、これは一ついい点じゃないかなと感じてます。あともう一つポイントとしてお届けしたいのは車内の音ですね。これディーゼル車なので当然エンジンのカラカラ音っていうのがするんですけれども、車内で運転しているとですね、
ほとんど感じないですね。これはマツダの方が、スカイアクティブ D として長年販売されていて、一つ一つ質感を高めている証拠だなと改めて感じました。でそのスカイアクティブ D ですけれども、スペックの方は 2.2 リッター直列4気筒ディーゼルターボということで、絞り出す力が200馬力の450ニュートンメートルというところがありますね。非常にトルクが太いというのが特徴だと思います。このトルクのおかげで街乗りの発進ですとか、CX5、車体も大きいですけれども全然力不足を感じないというのがやっぱいいなと思います。これによってやっぱり運転のしやすさが生まれているなというのを確認することができますね。今こうして街を流している状態で他に近い乗り味の車種はと考えた時に、最近はですね、例えばボルボの XC40 とかレクサスの新型 NX、 BMW の X3、 アウディの Q5 など乗っていますけれども、やはり近いフィーリングはアウディの Q5 が近いかなというふうに思いますね。内外装編でもアウディの Q5 についてちょっと比較してくれましたけれども、走行フィーリングでやはりドイツ勢に近いものをこの CX5 は出せているなというふうに感じてます。あとですね、ぜひ紹介しておきたいと思ったのはマツダの CX5 のアクセルペダルですね。もうマツダといえば当然なのかもしれないですけれども、オルガン式のアクセルペダルになっていて、結構いうコスト重視の吊り下げ式ではないんですね。これによってアクセルの操作が非常にしやすくてですね、かかとをついたままアクセルペダルの踏み込むことができるので、安定して踏み込む、そして緩めるという操作ができます。またですね、マツダ車の特徴でもあるアクセルペダルの重さですね。これはすごくわかると思います。ちょうどですね、いい悪いは抜きにして、よく会社の車用車とかで使われている、例えばトヨタのカローラですね、それのアクセルと明らかに違って重いですね。でこの重さというのが、マツダの開発人の方のこだわりというか考えたところらしくてですね、ちょうど2020年の12月に CX5 改良入っているということですけれども、その時にさらにアクセルペダルの踏み込む力をですね3ニュートンほど重くしているというのを聞いています。この微妙な重さがですね、ちゃんとアクセルを踏むぞと、不意にですね踏み込みすぎない、急加速しづらいっていうのもありますし、意図して踏み込んだ量に応じて、速度も上がっていって、それに応じてハンドル操作やブレーキ操作も、追従してくるということが現れるようで、やっぱり運転重視のマツダらしいなというふうに感じます。ですがですね、私いつもマツダ車乗ってないので、この CX5 に初めて乗った時にアクセル結構重いなって思いました。ただこの重さというのは嫌な感じではなくて、結構すぐ慣れてきますね。慣れてくるとですね、意識して踏んだ分だけ、踏み応えもありますし、それに応じて加速もしていくということになるので、操ってる感というか、多分マツダの開発人の方の思うツボっていうところだと思うんですけれども、それを感じられるような気がします。はい、それでですね、今街中を流していますけれども、燃費の方どうかというとですね、この CX5 スポーツアピアランスの、ディーゼルの方はカタログ燃費では、17.4 キロということになっていますが、だいたい実力値というか実際のところを見てみると14、15キロといったところですかね。結構優秀じゃないですかね。カタログ値よりそんな離れてないですし、実際に乗った時の実燃費として、14、15キロ走ってくれれば、いいなと。当然ディーゼルなんで、ガソリン代も安いということで、経済的にもいいですよね、こうなってくると。いやー、それにしても1週間女体験ってすごくいいですね。
気になる車を本当にじっくり試乗することができますので、より分かるというのは当然ですね。試乗して、例えば30分ぐらい、30分も普通ないですかね。その時間で、車を知るっていうのはやっぱ限界がありますし、ただそれで決めていかなきゃいけない。むしろですね、今納期の問題もありますよね。なので試乗すらせずに、買い注文を入れていかなきゃ車を乗り換えることができないという状況の中で、やはりこうやって試乗をちゃんとさせてもらえるっていうのは、運転を重視している松田さんらしいなというふうに思いますね。さてちょっと褒めすぎじゃねえかっていうふうに思われちゃうかもしれないですけど、そうですね、 CX5 で今運転していて、多項的に気になるところといえばですね、ありますね。まず一つがナビ画面ですね。もうちょっとナビ画面大きい方がいいなと思います。これは私が今タコーンがですね、40超えてきて、ちょっと視力や細かい文字がお恥ずかしながら見えづらくなってきたっていうのもありますけれども、ちょっと昨今の他のメーカーも見ててもですね、ナビ画面の見やすさ、大きさっていうのも一つ商品力になっていますので、もう少し大きい画面が欲しいなというのが正直なところですね。あともう一つ、これは結構マツダ乗りの方からも聞きますけど、マツダコネクトの操作性とか、ナビのガイド力っていうんですかね、もうちょっと操作しやすく、あと道とかもですね、もう少し早めに教えてくれたりとか、分かりやすく案内してほしいなっていうふうに感じました。ちょっと別の時にですね、妻と一緒に、郊外の、アウトレットにショッピングに行ったんですけど、何回か道間違えましたね。案内してくれるのがちょっと遅くてですね、あれ違う道に入っちゃったよっていうのがありましたので、ぜひマツダコネクトのバージョンアップをお願いします。あとですね、走行系で言うと、パドルシフトはついているので、なるべくブレーキを使わずに減速したりとか速度調整したりっていうのはできるのはいいんですけど、走行モードの調整ですね、ドライブセレクトっていうんですかね、モードがちょっとやっぱディーゼル車にも欲しいなというふうに思いました。ガソリンモデルにはついているんですけれども、このディーゼルにはちょっとないということで、結構やっぱ走行シーンですとか気分、状態に合わせてスポーツやノーマル、あとエコという風に結構切り替えて私使ったりするので、ディーゼルにもそのモードがあればより商品力が上がるなっていう風に感じますね。ちょっとこれは贅沢な装備なのかもしれません。ライバルの価格帯含めて考えていくと、 CX5 スポーツアピアランスのディーゼルは車両価格が357万円ということで、非常にコストパフォーマンスに優れながらも、今運転していて分かるように、乗り味や、完成度高く保たれているので、そこからすると納得感のある価格になっているというふうに思いますよね。例えば同じ装備で BMW の X320D M スポーツを考えた時に、だいたい価格的に300万は高くなりますよね。アウディの Q5 TDI S ラインにしてもプラス250万以上は高くなってくると思うので、こう見てみるとこの完成度、質感で CX5 が優れているのがわかると思います。そもそもドイツのプレミアムラインと比較していいのかという話は当然あると思いますけれども、マツダとしてベンチマークにしているという話は聞いていますので、CX5 がこの車の市場の中でどれぐらいの位置につけているのかというのは知っておいていいと思いますね。そして今道はですね、国道6号を、北上していますけれども、こういった幹線道路を流していてもかなり快適に運転できています。これやっぱいいですね、 CX5 ね。マツダで一番人気の車、そしてスポーツアピアランスも人気のグレードというのはうなずけるなと
いうふうに私他行も感じることができました。これ結構やばいかもしれないですね。妻が気に入っちゃったら家族用の車として結構本格的に検討に入っちゃうかもしれないですね、この CX5 は。あと最後にですね、一つポイントとしては、マツダの車を選ぶときにガソリンにするかディーゼルにするかというポイントが見逃せないと思います。ディーゼルは非常に力強くて燃費もいいですし、ガソリンも安く済むのでいい一方で、ガソリン車はやっぱりエンジンの回転の盛り上がりですとか軽やかさっていう意味ではガソリン車にポイントがあると。私がさっき言った走行モードの切り替えもガソリン車ならできますので、そういったのがちょっと魅力的かなと思いますし、ガソリンとディーゼルを選ぶときにもう一つ気にしなければいけないのは、普段どれぐらい乗りますかというところがあります。特にディーゼル車になると、ディーゼルの浄化装置を動かす関係である程度の距離数を乗る必要があります。なので近所のスーパーに行くだけですとか、車通勤はするんだけれども乗ってる時間が例えば10分15分ぐらいで着きますとか、そういった使い方をする場合にはディーゼルは向いてないというふうに言えますので、ガソリンがいいと思いますね。逆にですね、結構距離を乗りますとか、高速道路を使いますと、あとは趣味で遠出をしますという方には断然ディーゼルが合ってるんじゃないかなって言いますよね。なので私の家の場合にもそういった使い分けでエンジンを選べば、間違いないような気がします。妻もですね、この CX5 に興味津々ということなので、近々ドライブしてもらっていろいろ感想を聞きたいと思います。どうなるんでしょうかね。はい、ということで CX5 スポーツアピアランスの試乗をお届けしました。私自身もじっくり乗ることができてとても良かったです。今回もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。引き続きですね、車の紹介や小話、試乗をしていきますのでよろしくお願いします。それでは皆様も良いカーライフを。